今回はチェーンソーマンの作者、藤本タツキ先生について、そのエピソードや逸話を紹介していきます。チェーンソーマンの作者である藤本タツキ先生は、1992年10月10日生まれの、2022年で30歳になる男性で、チェーンソーマンの作中にも登場した、秋田県にかほ市で生まれ育ちました。23歳の時には、少年ジャンププラスでファイヤーパンチの連載を開始し、自作となるチェーンソーマンが大ヒットとなり、2022年10月からはアニメも開始する大人気作家ですが、そのエピソードにはかなりヤバめのものがあると界隈で話題になっています。まずは中学生時代のエピソードから振り返っていきましょう。先生は幼い頃から漫画を描いており、中学生の頃にはその才能を裏付けるエピソードが登場します。それは脳内で雑誌を作り、面白くない作品は打ち切って、定期的に作品を入れ替えながら、7作品を同時連載していたというものです。先生のように幼い頃から漫画を描いていたという方は、それなりに多いものの、オリジナル雑誌を脳内で刊行して、何本も連載していたというケースは非常に稀でしょう。ちなみにこの脳内漫画連載は中学卒業後も続いており、連載を持っていないにもかかわらず、担当編集者に連載が終了しましたと告げて、困惑させたエピソードが残っています。この際に完結した連載はコミックス15巻分の長期連載だったそうですが、毎日1本の新しいネームを作りながら、脳内で長期連載を続けているのは異次元の才能と言えます。またタツキ先生はまだまだ頭の中に、書きたいものがたくさんあると語っており、ネタ切れで漫画が描けなくなるといったことは当面ないでしょう。2008年に行われたポケモンの人気投票で、特に人気のないコイルを1位にしようと、ネット民たちが団結した、通称第一次コイルショップという祭りがあったのですが、先生はこの祭りに参加していたことを公表しています。他にも似たような祭りである、稲妻イレブンのキャラクター投票で、五条マサルを1位にする活動に勤しんだり、いつも通りのチョコワとわさび味のチョコワを選ぶ、通称スフィンクスのわさびでは、わさび派として活動に参加していたとも語っており、祭り好きの一面が垣間見えます。そんな先生ですが、自身の作品であるチェーンソーマンの人気投票で、小紅の愛車がランクインした際には、あの時の票が自分に返ってきたと、その切なくも嬉しい気持ちを語っています。先生が中学生の頃には家族が夜中に、タツキは将来ニートになるから養っていかなければならないと、たびたび家族会議をしていたそうです。また17歳の頃には庭には鶏がいた、という読み切り作品のインタビューで、漫画家としてデビューするための目標設定はという質問に、大学卒業までにデビューできなかったら死ぬと回答しており、この家族会議とインタビューから、将来の職業が漫画家という選択肢しかなかったことが伺えます。この後で紹介するエピソードを加味しても、普通のサラリーマンとして生きている姿は想像できないのですが、文字通りデビュー前は漫画家になるか死ぬか、というスタンスだったようで、バイトをせずに読み切り漫画の賞金で奨学金を返済し、生活費もそこからやりくりしていたことが語られています。また画材については、中学3年生の頃からいたタブレットを使って、デジタルで描いていたそうですが、20歳の時に佐々木くんが銃弾止めた、という読み切り作品の賞金を使って、タブレット上の画面に直接絵を描ける、比較的高価な液晶タブレットを購入したことを明かしています。また漫画の賞金が増えたことで、生活が豊かになったとも語っており、漫画を描き始めた時と完成した時の気持ちはというインタビューには、原稿料が欲しいと思いましたと回答するなど、漫画以外ではお金を稼がないという執念を感じさせます。次に大学生時代のエピソードについて見ていきましょう。先生は東北芸術工科大学という美術大学に入学した際、同級生と自分を比較して、この4年間でこいつらより上手くならなかったらこいつら全員殺すしかない、と覚悟を決めて、画力の向上に努めた結果、大幅に画力が向上したと語っています。ただ大学の専攻は油絵だったため、漫画に必要な画力とは技術面での方向性が違ったことから、図書館にこもって対象を素早く描画する、クロッキーでひたすら腕を磨いていました。自分が死ぬのではなく、自分より上手い人を殺すという異様な方向性は、先生の作品からも垣間見えますが、自分の絵の完成度には今でも不満を持っているそうで、先生の敬愛する漫画家、佐村弘明先生との対談では、連載が終わったらデッサンの練習をしたいと語っています。
ちなみに佐村弘明先生の代表作としては、無限の住人や波を聞いてくれがあり、その圧倒的な画力には定評があります。藤本達樹先生は、自分はド M なので高圧的な女性が好きと公言しています。大学生時代には、自分の自転車がひっくり返されていたことがあり、自転車をひっくり返した犯人の女子に、お前の自転車をひっくり返してやったぞ、ははは、と言われ、自分はなんて幸せ者なんだろうと感じたそうです。そんなエピソードからもわかるように、先生の作品に登場する女性キャラクターには、自身の好きな女性像が投影されています。チェンソーマンに登場する女性陣は、マキマ、パワー、姫野、レゼと、主人公の電磁を振り回す癖の強い女性が多く、先ほどのエピソードで自転車をひっくり返した女子の言動は、パワーそのものといった印象で、その性癖が如実に現れています。藤本達樹先生はニコニコ動画や、YouTube の動画投稿者として活動していた過去があります。先生が個人で運営していたホームページからは、各動画サイトにリンクが貼られているのですが、すべての動画に関してかなり癖が強く、一部の動画は規約違反のため運営によって削除されています。またニコニコ動画には長戸は俺というアカウント名で、浮遊する俺という本人がリビングでジャンプをしている動画が投稿されているのですが、この動画ではチェンソーマン読者による、浮いてる、すげー、というコメントを楽しむことができます。この他にも、すべての声、SE、BGM を藤本達樹先生が担当している、力のこもった短編アニメ映画も一見の価値ありです。一般人の感覚だと、若い時に投稿した動画を黒歴史として、削除してしまいそうなものですが、未だにこれらが公開されていることを考えると、先生はこれらの動画を黒歴史とは捉えていないと伺えます。ここからは漫画家デビュー後のエピソードを見ていきましょう。まずファイアパンチ連載時のスタッフが、とても豪華なメンバーであることが有名です。主なスタッフとして、地獄楽の角雄二先生、ダンダダンの辰幸信先生、スパイファミリーの遠藤達也先生といった、今をときめく人気漫画家が、先生の下でアシスタントとして働いていました。ちなみにこれらすべての作品に、林志平さんという集英社の編集者が携わっており、その有能さを伺わせます。そんな藤本達樹先生ですが、漫画家仲間からも変わり者であることが明言されています。東京グールの作者である石田水先生が、単行本の帯に寄稿した際には、達樹くんは自分が思ってる以上に、ネジが外れてることに早く気づいた方がいい、とコメントを寄せており、また先ほど紹介した元アシスタントである角雄二先生も、藤本先生は予想と期待を裏切らない変わり者、と表現していることから、同様の漫画家から見ても、得意な感性を持っていることが伺えます。角雄二先生は、地獄楽とチェンソーマンのコラボ企画で、主人公のデンジは藤本先生に似ていると語っています。なんでもデンジの口調や語尾は藤本達樹先生と全く同じで、俺はよう〇〇だったらようと、デンジ口調で喋ることがあるそうです。この他にもデンジに似てる側面は多々あり、達樹先生は怒りを読み切り作品にぶつけて書くと明かしていますが、一晩経つと自分に学がないからダメなんだ、と怒ってたことを振り返る点は、チェンソーマンの作中でも同様の描写がありました。またデビュー前には、空腹のあまり落ちているものを食べてお腹を壊したことがあるそうで、過去の自分に伝えたいことはというインタビューで、拾ったものを食べるなと答えています。他にも藤本達樹短編集22から26に記載のあるエピソードとして、飼っていたメダカの死体を公園に埋めようとした際、土が硬くて掘れずその場に置いてたら、最終的にアリに運ばれていったものの、そのメダカを取り返して食べた結果、胃腸炎になったという、常人には考えられないものがあるのですが、これがデンジのキャラ設定に活かされているのかもしれません。ちなみにこのエピソードについて先生は、突然メダカが大切に思えてきて食べたと、その理由を語っています。またデビュー後の有名なエピソードとして、長山小春に関するものがあります。ある日藤本達樹の小学3年生の妹を名乗る、ヤバいファンのアカウントが見つかり、担当編集者の林志平さんが法的措置に出ようとしたところ、藤本達樹先生本人がそれ僕ですと明かし、普段は冷静な林さんが狼狽したというものです。そんな長山小春ちゃんのアカウントですが、藤本達樹先生がプロの漫画家としてデビューする3年半前の2012年から存在しており、小学3年生になる前は、
イラスト投稿サイトピクシブにて、フィリピン人として活動していたことがわかっています。ちなみに長山小春の元ネタは、ちびまる子ちゃんに登場する病気がちの女の子で、現在は食べ物に関するツイートが大半を占めていますが、時にはお兄ちゃん本人の活動についても情報を発信していて、とても面白いのでおすすめです。以上、今回はチェンソーマンの作者、藤本達樹先生について紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画で紹介したもの以外にも、特殊なエピソードなどあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。